はい、お羊座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーの田原です。いつも動画のご視聴本当にありがとうございます。今回は2月後半のタロットリーディングをさせていただきますね。よろしくお願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。はい、カップナイト、そしてカップ7、鳳凰、エンペラー逆、ソード8の逆、ラバーズ、ペンタクルス10、なんかちょっとガッツポーズしたくなっちゃう感じですね。はい、気をつけることや対策が、ペンタクルスのクイーンの逆とワンド3、そしてオラクルはじゃん、スターです。おめでとうございますっていう感じ。いや本当になんか素晴らしいいい転換期だなって感じてます。まず、このね2月17日っていうのが日食で、前回の動画でもお伝えしたと思うんですけれども、やっぱりこの2月17日の水亀座で起こる日食っていうのは、こちらのカペラノートにも書いてるんですけど、本当に金星というね、社交性とか豊かさとか愛情とか美しさとか価値あるものと、一緒にひっついて起こってるっていうのもあるので、何かここから新しい出会いとか自分の人生にとって必要な新しいものっていうものを引き寄せやすい時なんですね。でもそれを引き寄せるには何か修正しなければいけないんです。なのでその修正がうまくいくといいなって思っていたんですね。そしたらうまくいくよみたいな感じが出てたのでよかったなと思ったんです。その日食っていうのは一応その新月と同じなんですけど、さらに新月よりも深い新しいタイミングというふうに捉えてもらったらいいんですけど、今年の8月までの半年のテーマとして新しいものが生まれてきますっていうふうに出ているんですね。なのでぜひこの時は素直にというか、いろんなごちゃごちゃした思考をのけて、自分にとって一番何がベストなのかなとか、何を本当に望んでいるのかな人生にとってっていうことを考えていただいたり意図していただくと、そっちの方に修正されていくっていうのがあります。でそれともう一つ2月21日にね、土星と海王星っていう星がひっつくよっていう話をまた前回の動画でしたんですけど、そのエネルギーももう始まるんですね。お羊座さんにとってはここから新しく始まるよっていうっていうのもちゃんと出てたのでよかったなと思ったんですけど、いつでも過去に、ご紹介した土星が示す今後3年間のテーマっていうのは、あれ忘れた頃にぜひ見ていただけたら、土星っていうのはここから2年半ぐらいずっと学びとしていろんな刺激を与えてくれるので、参考になるんじゃないかと思います。でこのね2月後半でいうと、やはりその2月の26日から水星というコミュニケーションとかビジネスとか契約とかそういったものを司る水星という惑星が逆行しているように見えるんですね。これ3月21日まであります。でこの約3週間ぐらいの間っていうのは、なんとなくスケジュールが思い通りに行きにくかったり、交通手段が遅延があったりとかっていうのもあるので、少しスケジュールに余白を持たせて変更できるようにしておくのがいいんじゃないかと思いますし、特に今回の水星逆行って魚座で起こるので、お羊座さんにとっては何かパキッとした決めたことを修正とかではなく、ぼんやりとなんとなく今まで感じていたことを振り返ってみようとか、曖昧だったことをもう少し曖昧なままでいいんだけど自分の中で感じてみようみたいな感じ、そういうのがいい時なんです。決めるっていうよりも振り返って、あの時の出来事ってこうだったのかなとか、あれは本当に価値があったなとか、その時は何も分からなくても今の自分だったら分かることってありますよね。そうやって過去の何かを消化する、過去に起きた出来事を統合させるっていう風に使うと、とってもいいプラスになるんじゃないかなと思うので、ぜひ振り返る時間みたいなのも持ってもらえたらいいかなと思います。そしてもう一つ2月の19日以降太陽が魚座に入るんですけど、ここから少し休憩時間というか、現実でガンガンに走っていくっていうよりは自分を整えていく、癒していく、余計なものを外していくっていうのがとてもいい時期になります。それがまさにカードでも出てるのでね、解説していきますね。でやはり入り口がカップのナイトなので、今この瞬間もこの2月の中旬も誰かからの優しさは届いていると思いますし、お羊座さん自身が誰かに対して優しくしてあげたいとか、自分の持ってる、能力だったりとか技術だったりとか、自分ができることを誰かにしてあげたいなっていう気持ちもあると思うんですね。でこれとてもいい循環になっているんじゃないかと思います。
自分が、ね、何かやってあげたいと思うからこそ誰かからも素直に受け取れるっていうのもあるでしょうし、人間関係が豊かな感じがしますね。そしてやっぱり今いろんな可能性が見えてきてるんじゃないでしょうか。これとってもいいことだと思います。これまで絶対こうだと思い込んでいたものを一回ちょっと外して、本当にそれって自分にとって大事なものかなとか、何が自分の求めるものだったのかなみたいなことをもう一度思い直してみる。そして新しい可能性っていうのを想像してみるっていうのもとてもいい時なので、はっきりしないんだけど実際それが有益かどうかはわからないけど、でも今は自分から湧いてきてることを自分で認めてこう膨らませていくっていうのはいいことなんですけど、それ違う方面から見るとなんか自分が妄想的になっているとか空想癖が強くなっているとかっていう風に出て、ちゃんとしなくっちゃみたいに思いがちだと思うんですけど、今この時期はもう空想癖でいいじゃんっていう感じがします。特に水星も逆行しますし、26日以降で19日以降はちょっと自分の休憩時間というか、その頭で考えている物事の良し悪しじゃなくて、体で感じている真実に忠実になってほしい時期なんですね。これが整いやすい時なんです。自然のリズムに合わせたり、ナチュラルなものとか大自然の中に自分の波動を置くことで整うよっていう時なので、まさにそのいろんな案が出てきたり、いろんなものを想像したり、何がどうか分かんないけどそれでもいいやっていう感じでそれを許しておいてほしいんですね。はっきりしなかったことってなんか人ってはっきりさせると安心するっていうのはあると思うんですけど、この時期あえてはっきりさせないっていうのも手だなと思いました。そしてここまでの流れの中で、すでにねこの鳳凰っていうカードも出てるので、すでに何か自分の人生にとって必要なものっていうのはもうやっぱりそうだなっていう感覚ってあると思うんです。それは去年の暮れかもしれないし、今年のもうね1月にあったのかもしれないですけど、やっぱり自分はこれを大事にしていきたいなっていう思いとか、きっと今年からこうなっていくんじゃないかなっていう方向性っていうのはもう見えてると思うんですね。でそれが自分をすごく安定させてくれる、自分がこれから進んでいく道ってこうだなってなんとなく分かってることが自分をすごく精神的にも落ち着かせるし、自分を信じる材料にもなるしっていう感じが出ているので、非常にいいステップを踏んでこられたんじゃないかなと思います。そして今またエンペラーという皇帝というカードも出ているので、自分自身を認めつつある、これでいいんだって分かりつつあるっていう感じでしょうか。もう分かってます完璧にっていうわけではなく、分かりつつある、より一層自分を理解しつつあるっていう感じかなと思います。そしてさらにここからソードの8の逆っていうのがあって、自分で自分を縛っていた想念に気がついてそれを手放していくよっていう風に出てるんですね。これは素晴らしいです。何でもそうなんですけど、無意識で自分で自分を縛ってる無意識なものってあると思うんです。たくさん。それはこれまで植え付けられてきた常識的なこととか、育ってきた環境とか文化とかいろんなものがあると思うんですけど、こうすべきなんだって勝手に思ってたものが、本当にその土星がねこの2月の14日から土星がお羊座に入ってから、ここから新しい本当に進むべき方向に対しての責任とか努力っていうのが生まれるよっていう時に、これまでのものっていうのも卒業していくわけですから、それを手放していけるよっていうふうに出てるんですね。で手放していくのはちょっとやっぱり怖いという意識もあると思います、誰でも。でもやるみたいな感じが出ていて、その後ですね、自分で自分に許可をする、もういいやって、ある意味ちょっと開き直るかもしれないけど、もういいや、もうこれが私ですからって形で見せることによって新しい楽しみや新しい可能性が出てきますね。これは全く新しいものです。この全く新しいものっていうのは私何回かこのフレーズ使ってるんですけど、土星の説明の時に本当にこれ今後の自分の人生の光になっていくようなものなので、それをこの2月の末にもしかしたら感じるかもしれないです。すぐに私たちってそれが何に役に立つのかとか、それどれだけ稼げるのかとか、そういうこと考えがちですけど、自分の中から生まれてくる感覚として新しいものがあるよっていうことなんですね。でこれとっても楽しいし、ワクワクするし、なんていうかな、好奇心が満たされるものだと思うので、何かやっぱ手放すのってすごく有益なんだなと思いました。そしてその後ペンタクスの10ということで、ものすごく自分が守られているとか、満たされているとか、愛されているとか、そういったことを感じそうですね。それって本当に
なんかたくさんの人がいるからそうというのではなく、自分の意識が開かれることによって感じられるっていう感じなんです。ここでもやっぱりソードの8の逆が出てるっていうのは、これまで自分を縛ってたものを外すわけですから、見えなかったものが見える、これまでダメだったと思っていたものに許可が出せる、これでいいんだと思える、自分自身が今の自分でいいんだと思えるみたいな、そうすると全てが豊かに見えてくるし、豊かに感じますよね。そんな感じです。普通に深呼吸するだけで、ああ幸せって感じられるみたいな、そんな感じかもしれません。そして気をつけることや対策として言われているのは、あくまでも今のこの2月の流れっていうのは、これからの未来につながっていく道ですよっていうふうに言われてるんですね。今だけで完結するわけじゃなく、今ここで感じる感覚がこれからの自分の未来、特に3ヶ月後ぐらいかもしれませんが、もっと早いかもしれないですけど、これからの自分に関係してくるんだよっていうふうに言われています。そしてその間、なんとなくですけど、やっぱりこのままでいいのかな、幸せだけどなんかもうちょっとちゃんと考えなきゃいけないんじゃないかなみたいな思う時あると思うんですけど、あまり考えすぎないでくださいっていうメッセージも来ています。もうすでに考えようか考えまいか関係なく、自分の中に経験として血肉としてあるものだから、自分の持ち合わせた才能って生まれながらにして持ち合わせるものでなくなるものでもないので、それをなんかちゃんと見て形にして、これで大丈夫だって安心しなくても大丈夫だよっていう感じで言われてます。そしてやっぱりオラクルがね、スターっていうのはまさに理想ですよっていうことで、ご自身が望んでいた自分に近づける時だと思います。でまだ近づいた達成っていうわけじゃなかったとしても、そこになってる、その理想の自分になってる波動を自分が感じてるよってことなんですね、この2月の後半って。これすごく大事なことだと思います。なのでとっても私の中ではカードだけ見たらそんなにわからないかもしれないんですけど、やっぱ星の動きを前提に読んでいると、もう星の動きバッチリじゃんって感じがするので、これは素晴らしい何かの手放しがあり、手放した後の純粋な喜びが湧いてきて、幸せを感じてるんだなって感じがしたので、とっても豊かな時ですね。ぜひ委ねてください、この感覚に。この2月後半はこの幸せな感覚に自分の身を置くっていう風にしてください。あんまり考えすぎずに。ちょっとこれを踏まえた上でお仕事のこと見てみますね。仕事いいんじゃん。カップナイト、ペンタクルス7ということで、やっぱり本当にこれでいいのかなっていう、本当にこれで大丈夫だよねっていうことで確かめていきたい、確かめながら進んでいきたいっていうのもあると思いますし、それは全然いいです。ただやっぱりお仕事を通してここでカップのナイト2枚も出てきてるっていうのは、よっぽど何かサポートしてくれる人がいるとか、サポートしたい何かがあるとかっていう形だと思うので、仕事を通しての人間関係非常にいいですね。非常に守られてる感じがします。そしてもう一つやっぱりこのペンタクスの7っていうのは、従来はですね、実際そこに豊かなものがあるけれども、なんかそれじゃ足りないような気がして、もっとちゃんとしたものを作りたいとか、もっと何かを求めていきたいみたいなエネルギーなんですね。でここでもまた星がいっぱい出ていて、なんとなくこのスターのカードとこのデッキに関してはちょっと似てるんですけど、やっぱり自分の理想に向かって修正しながら進んでいくっていう感じは出ています。たださっき言ったみたいに2月26から3月21日ってちょうど水星逆行期間っていうのがあるので、その時期間ダメなわけじゃないんですよ、全然。だけど振り返りながら進んでいくっていうことなんで、一直線上に結果が出にくい時なので、ちゃんと進んでるんだけど進んでないような気がする時なので、仕事に関してもそうだと思うんです。ちゃんとやってるし、一歩ずつ進めてるし、これは自分の未来につながってて分かってるんだけど、その確かなものっていうものはなかなか見えないかもねっていうこと。でも確かなものがないけど実際関わってくれてる人とか、仕事を通してやってる人たちとのなんか反応とか関係性において、やっぱりこれで正しいなっていうことは感じられると思うので、それが一つの証拠になるんじゃないかと思います。そしてちょっと人間関係見てみますね。なのでちょっと仕事に関してはちょっと安心してその流れに乗ってくださいっていう感じがします。なんとなく、
ちょっとお仕事じゃなくて人間関係見てみますね。人間関係は太陽が出てきました。はい。忍者。ソードのクイーンということで、とてもいいです。全体を通してやっぱり共通して感じますね。忍者また出てきてて、忍者っていうのは本当に自分の中を探るとか、自分を深く見ていくとか、そういう内省するみたいなエネルギーなんですね。落ち着いてゆっくりと内省するみたいな、そういう静かなエネルギーなので、人間関係においてもわーってみんなでパーティーしたりとか、ギャーって騒いだりとかするのではなく、静かに関係性のありがたさを感じるとか、恩恵を感謝するみたいな、そんな感じです。で、実際太陽というのが出てるので、今この瞬間のお羊座さんは自分自身が光ってると思っておいてください。十分その自分の、価値っていうものを周りの人も理解してるし、ご自身も理解しておいてください。なので逆に言うと、太陽ってそのもの自体で光っているし、その光の恩恵であらゆる生命や惑星の中のものっていうのはその引力に惹かれて動いているっていうのがあるように、お羊座さんが今そこにいて自分自身で自分を認めることによって現実や世界がちゃんと動いてるよっていうことを忘れないでねって感じがしたんです。なので無理に自分をアピールする必要はないっていう感じがしました。太陽って無理にねえねえ私輝いてるでしょとか言っていかないんですよね。そこにドンってあるだけで太陽は動かない。でも周りはしっかりとその引力に引き寄せられているっていう感じなので、そうあってほしいなって感じがしました。なんか静かな感じです。なので前回もそうだったと思うんですけど、無理やり誰かと関わるっていうことをせずに、自分で自分とつながって今ある関係性を楽しんでいるっていう感じで、むしろどちらかというと余計な関係性は今いりませんっていう感じがします。惑わされたくないっていうかな。実際誰かと協力してねやっていくっていうのはもちろん仕事でもできますしいいんですけど、誰かを頼る必要が今はないって感じかな。静かに自分のエネルギーを自分でちゃんと自負して、持っているっていう感じで、そこに対して表面的な何かお世辞とかごますりとかそういうのを言ってくる人はいらないみたいな、めちゃくちゃスパッとなんかこのソードのクイーンってかっこいいカードなんですよ。なんか剣を持っててね、スパッと切るみたいな感じがあるので、余計なことを言う人はいらないみたいな感じがありますね。でも温かいハートを持ってる人とか、この自分のエネルギーに共鳴する人とは普段の会話との回数とか会う回数とかその関係なくちゃんと豊かな関係がつながってるよねみたいな、そんな感じです。はい、いかがでしょうか。お羊座さん今どんな感じですか。いい感じですか。よかったらコメントで教えてください。ちょっと見てみます。最後にオラクルカード見てみますね。お羊座さんの2月後半は、はい、このカードが出ました。このカードを見て何か感じることがあれば皆さんも直感使ってメッセージ受け取ってみてくださいね。いいですね。いろんな選択肢があると。そしてまだ不確かだからはっきり決めなくてもいいんじゃないみたいな感じが私はしました。なんとなくこれとも似てますよね。このカップの7っていうのもちょっと混沌としていていろいろ思い浮かべてるみたいな感じですけど、こちらもまだまだ霧のような感じでいろんな可能性があって、まだわからない、はっきりしない中でいろんなチョイスがあるよねっていう感じがあるので、こういう時ってやっぱり委ねる、その中でじゃあもう少しはっきりするまで待とうっていう感じでもいいんじゃないかなと思いました。なぜならまず大事なのはやっぱり自分で何を手放すかっていうことだと思うので、それさえすれば自然と出てくる可能性があるんじゃないかなと思いました。はい、ということでここまでにしておきます。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。